素人ものだ。今日も京都で PC を組み立てていこう。今回の主役は音響式的な大きさ、マイクロか。じゃーん。アンテックフラックス M。アンテックの新作マイクロ ATX ケースだよ。メッシュ系のケースか。イエス。シンプルなデザインいい感じ。さて、今回の主役フラックス M。案の定小さめだな。だね。ただマイクロ ATX としてはちょっと大きめかも。奥行きと幅は ATX のミドルタワーくらいあるけど、高さががっつり減ってる感じ。高さがないからデスクの威圧感も小さそうだな。コーラと比較するとこんな感じ。このためにコーラを買い直してます。後でコーラ杯にでもするかな。そして分解。このケースは分解してからがすごいんだよ。ということで分解完了。おいおい、分解したのにファンを取り付けてどうするんだよ。というかこんなファンが乗るなんて珍しい。これ付属ですけど、正面2つ、背面に1つ、底面にリバースファン3つ。合計6機のファンが取り付け済みで付属してきます。そんなお昼のテレビショッピングじゃねえんだから。ちなみに全て PWM 対応かつ、正面と背面は ARGB に対応ね。ファンだけでいくらかかってんだよこれ。そして3つトップに追加すれば、合計9機のファンが取り付け可能と、マイクロ ATX ケースながらゴリゴリにファンが付けられるのがこの子の特徴なんだよね。めちゃめちゃ冷えそう。そしてそんなフラックス M、細かい仕様はこんな感じで、マイクロ ATX 対応で CPU クーラーを空冷で 175mm に対応して、水冷なら 360mm ラジエーターに対応。グラボ長さは驚異の 405mm ね。一応電源の対応長さが最大 160mm なのと、1300W 以上の電源に対応できないのは注意だけど、十分ハイエンドが目指せるスペックだよ。マイクロ ATX とは。そして極めつけは価格。いくらだと思う？またかよ。結構安いだろうから。12000円、6つもファンがついてるからな。これでもお買い得。9980円。9980円。6つファンがついてきて、スペック的にハイエンド対応できて、9980円。アンテック計算できてる？多分ケース設計に脳を乗っ取られて算数できてないです。頑張ってコストを抑えたのにこの言われよう。そんな高い拡張性、冷却性をファン付きで圧倒的な低コストに抑えたケース。それがアンテックフラックス M ってわけさ。ということでそんなアンテックのマイクロ ATX ケース、フラックス M。今回もこの子で一つパソコンを組み立てていくわけだけど、このケース、実は結構難しい。組み立ては簡単だと思うんだけど問題はその性質さ。確かにファン付きでこの安さは魅力なんだけど、だからといってミドルレンジでコスト優先で組んじゃうと、明らかに拡張性も冷却もオーバースペックだし、まあファン6機はいらんな。かといってそれを活かせるハイエンドでいくと、9000円のケースだとちょっとアンバランス。せっかくハイエンド行くなら、ケースだってちょっといいの使いたいじゃん。こっちを立てればあっちが立たずと。そう。コスパを求めがちなミドルユーザーにはちょっと性能過剰。ハイエンドユーザーはまずそんなケースをケチる理由が薄め。言っちゃえばスペックとターゲットがちぐはぐなところあるんだよね。だけど私は自作 PC 系 YouTuber、黒友の、そんなフラックス M のポテンシャルを活かせる、そんな構成を考えてきました。ということで今回は予算40万、フラックス M と MSI 構成で組む、コスパのいいハイエンドで決める決定版構成。アンテックフラックス M を主軸に MSI パーツを駆使しつつ、モノがセレクトした今が旬の厳選パーツを使って 5070Ti と X3D 系 CPU を搭載しつつ40万円に収めた。ハイエンドだけどコスパ重視、もちろん見た目もかっちょいい。そんなパソコンを組み立てていくよ。フラックス M だからこそできる構成ってわけだな。ということでまずマザーボード。マザーは MSI B650M モーター Wi-Fi ライゼン対応のマイクロ ATX マザーだね。2万円くらいで買える黒マザーだよ。MSI さんからお借りしました。コスパ重視で B650 か。そう。ただ一応同じ B650 でも2万円以下のモデルもあったりはするんだけど、背面の USB が少なかったり Type-C がなかったりするから、ちょっとここはグレードを上げたんだよね。まあメイン機で使うなら長い目で見てそっちのがいいよな。まあそれは建前で普通にビジュがかっこよかったから選んだんですけど、感じつつそれでもうなずいてあげた気遣いを返せろ。ということで CPU は Ryzen 7 7800X3D。ゲーミングで定番の 3DV キャッシュを搭載した CPU だね。X3D 付きの8コアが現時点で5万円で買える。コスパの良さが魅力。最新世代の 9800X3D もあるな。今回はコスト重視で 7800X3D をチョイス。
今だと1万円くらいの差かな。全世代ということで 9800X3D より性能は若干落ちるけど、肝心の 3DV キャッシュはしっかり乗ってるから、ゲーム性能は最新の CPU と比べてもトップクラス。コスト重視でゲーム性能が欲しい人にはいい選択肢だね。そして次にメモリ。メモリはクレブのフィット V メモリ。16ギガ2枚組の32ギガだね。前回のザストラのケースでも登場したメモリだな。イエス、ラムチップの最大手、SK ハイニクスのサブブランドということで信頼性はなかなか、価格もそこそこで信頼性とのバランスがいいメモリだね。そして SSD は、キオクシアのエクセリアベーシック SSD。容量は2テラ。こっちもザストラの動画で出てきたやつ。定番メーカーキオクシアの QLC 型 SSD だな。そう、最新モデルということで QLC にあった弱点がかなり克服されてるのが特徴。詳細はその手のレビューを見てほしいのだけど、特に2テラモデルはゲーム用途でほぼ TLC 型と同等レベル。定番メーカーで大容量ができるだけ安く欲しいならいい選択肢だね。そして組み込めたらマザーに取りノルマ達成。そしたら配線。裏側のカバーを外して。なんとなく察してたが、パンがあるだけ配線もあるってことで、スパゲッティ食べたくなってきたな。まあひとまず配線は全て外して整えて、まずフロント端子類からかな。フラックス M は上から、電源とリセットボタン、オーディオジャック、USB-A、USB-C の構成だね。この価格帯でタイプ C がついてる上に 3.2 Gen 2なのかよ。やっぱおかしいよこのケース。ということで USB 類と、スイッチ類のケーブル。最後にオーディオケーブルを取り付けたら、フロントパネル類の配線も終わりだね。そしたら問題児、ケースファンちゃんです。搭載された3つのファン、そのうち3つが AirRGB 対応だから、合計9本のケーブルか。一応ケーブルタイプではあるけどデイジーチェーンに対応してるのが救いかな。ならこうやって、フロントの PWM ケーブルと ARGB ケーブル、ボトムの PWM ケーブル、リアの PWM ケーブルと ARGB ケーブルで、それぞれこんな感じにつなげて配線すればスッキリ。一体何本の結束バンドを犠牲にしたのやら。お前は今までに食ったパンの枚数を覚えているのか？うるさ。ということでケーブルを束ねることができたら各コネクタに配線すれば、なんということでしょう。あんなたくさんあったケーブルが綺麗さっぱり配線されてるではありませんか。劇的にビフォーでアフターな喋る口調だ。でもまだまだ配線は続くんじゃ。ということで次は電源。電源はハンテックの GSK750V2 ATX3.1 750W のゴールド電源だね。これもザストラの動画から引き続き。これもか。なんか構成に通ってんだ。だってこの電源もちょうどいいんだもん。ATX3.1 対応かつ、ミドルレンジからハイエンドまでいける基本性能。140mm のコンパクト設計。かっこいいエンボス風ケーブル。10年の長い保証期間。それがわずか1万円ちょっとで買える。5070Ti くらいの構成なら余裕で対応できる。性能と価格のバランスのいい電源だよ。ということで取り付け。ケースの前側に配置するよ。で、電源の延長をつなぐと。ちなみにこの手のケースでは延長ケーブルの干渉が気になると思うけど、試しにインレット向きが逆のケースで取り付けしてみたらなんとか入ったよ。参考程度に。ということで引き続き電源ケーブルの配線をだね。こうして裏配線スペースから、ATX24 ピンと、CPU 用の 8P を2つ。よし。ということでそんな感じで電源も取り付けできたら、次は水冷。水冷はアンテックのスケルトン 360ARGB360mm の水冷ユニットだね。今回のフラックス M はフロップに 360mm を乗せてくださいと言わんばかりにスペースが空いてるから今回は採用だよ。価格は1万円ちょっとと水冷にしてはお安め。今回の主役のフラックス M と近い光り方のファンを採用してて、価格も相まってまるでこのケースのために作られたかのようなハイコスパな水冷なんだ。ということで取り付け、こうしてファンを取り付けて、ケーブルで接続。独自端子でのデイジーチェーンか。PWM ケーブルと AirRGB が1本でまとまるのは使いやすいな。ね、安いながらしっかりしてる。そしてヘッドに金具を取り付け、独特な形状。おしゃれな建築のオブジェみたいでいいよね。安っぽさを感じない。ということで AM5 用の金具を取り付けて、ラジエーターをケースに取り付け、くるくる。そしたらヘッドを取り付け、フィルムを剥がしの。きれい。グリス塗り塗り。ヘッドクリグリ。あとは金具をマザーの爪に引っ掛けて、ドライバーを閉めれば取り付けは終わりだよ。そしたら配線だな。ポンプの PWM ケーブルを取り付けて、ラジエーターファンの PWM ケーブルも CPU ヘッダーに取り付け、ARGB の方はこんな感じに、リアとラジエーターファン、水冷ヘッドをデイジーチェーンで接続するよ。わかりにくすぎるから配線図置いておくな。そして最後にグラボ。
グラボは MSI の GForce RTX5070Ti のゲームチュートリアモデル RTX5070Ti 搭載のハイエンドモデルね。これも MSI さんからお借りしました。一応下のグレードとしてベンタスモデルがあってそっちのが安いな。まあここはお好みで、現状金額にあまり差がないからこっちを選んでるよ。ということで組み込み。背面の拡張スロットが折り外さないタイプだな。こういうコスパケースだとそっちのが多いのだけど、本当にこの金額で実現できたことがびっくりでならない。ということでグラボをガッチャンコして、ケーブルも挿したら、よし。最後にグラボステー、ハイエンド対応の最新ケースってことでしっかりついてます。実際。だけどその割には金属製でしっかり支えてくれるんだよこれ。ほら。なるほど。小さいけどシンプルなアームだから重さに変えやすいのか。その代わり横移動ができないから、グラボによってはファンが干渉することがデメリットかな。もちろん外せるよ。ということでグラボも取り付けが終わったら、これで全てのパーツを取り付け完了。最後にパネルを閉めたら、完成だよ。いいね。今日はオレンジなんだな。ふふふ、黒と似合っていいでしょう。特に水冷のヘッドの形。いいね。高級感ある。マザーも今回はちょっと高いの選んじゃったけど、その分ヘッドの質感に負けてなくてよきだね。こういうコスパ求めるマシンだと見た目は捨てがちだが、このチャンネルではそれはないね。コスパも取る、見た目も取る。両方やらなくっちゃならないのが自作系 YouTuber の大変なところ。そして重量はこんな感じで、おおよそ 11kg。普通の BTO と同じかちょっと軽い程度だな。さすがマイクロ ATX。フィルターはトップとボトムの2箇所があって、トップはこんな風に楽々外せるけど、ボトムは横から引き抜くことができないから、本体を倒す必要があるのは注意かな。まあ軽いしそこまで大変ではないがな。ということで最終的な構成表はこんな感じ。40万か。コスパを求めると言っても高い。ねえ、確かに絶対値で見ればお高めだけど、これと同じ構成を BTO で組むと基本的に40万円後半。下手すると50万吹っ飛ぶから、高性能マザーとか電源を入れてると考えれば安いのか。所有こと、もちろん製品保証とか違うところがあるから単純な比較はできないけどね。少なくとも無駄の多い構成ではないってことは保証するよ。さて、それじゃあそんなコスパマシマシマシン、実際の実力を検証だよ。まず簡単に性能から。と言っても 5070Ti の検証なんて世の中に溢れてるから触りだけな。まずゲーム性能ね。Apex Legends WQHD 最高設定。やっぱすごいね。細かい設定なしで 240fps 以上は安定して出せてる。99% ローも 100fps 以上をコンスタントに出せていて、X3D 系の安定感を感じるな。そして BF6。こっちも WQHD のオーバーキル設定で、フレーム生成をオフにした状態で 100fps 後半をキープするめちゃ強性能を見せてくれてるよ。当然 99% ログも問題なし。対人ゲーはある程度軽めなおかげで WQHD での性能過剰すぎるくらいだよな。本当に。ただ実際の環境だといろんなアプリを動かしながら使うだろうから、性能に余裕があるのはいいこと。そしてサイバーパンク2077の WQHD オーバードライブ設定。こっちはレイトレもオンにしてるから段違いに重たいけど、それでもフレームレートは 60fps 以上をキープ。フレーム生成を使えば 200fps 前後を維持できるね。そしてモンハンワイルズも WQHD のウルトラ設定で比較的重たいレダー線もしっかり 60fps 以上をキープ。フレーム生成も挟めば 200fps 前後を実現できるよ。モンハンはちょっと前に大幅な最適化が入ったのもあってかなり FPS 伸びるな。ね。特に 99% ローがぐっと引き上がったおかげで動作時のストレスがなくていい感じ。そしてゲーム以外の性能がこんな感じで、クリエイティブソフトの性能を評価するピュージェットシステムズのベンチマークでは、Adobe のプレミアプロ、アフターエフェクツ、
そしてブラックマジックデザインのダヴィンチリゾルブで Apple の M4 プロチップ搭載の Mac を上回る性能。Photoshop や Lightroom みたいな画像編集系ではちょっと負けるかな。ここは 7800X3D のシングル性能の弱さが出るな。ただ冷静に考えると比較対象が化け物なんだよな。クリエイティブ性能が低いと言われがちな 7800X3D だけど、それはあくまで最新世代を相手にしたらの話。普通に最新世代らしいスペックは出るから、グラボさえしっかりいいの積めばそれらしい性能は出るよ。少なくとも趣味程度のクリエイティブ程度ならオーバースペックもいいところだな。さて、そんなゲームはもちろんクリエイティブも案外いけちゃうこのマシンだけど、実際に冷えるかどうかが今回の趣旨。ということでファンの設定がこんな感じ。ポンプはフル回転でしっかり回しつつ、CPU のラジエーターファンは最大で 1500rpm 程度で回る静音重視の調整。他のケースファンは 1000rpm 以下のゆるゆるな感じで回すよ。ということでまずゲーム中の温度から、最新ゲーム BF6 を3時間プレイ。開始直後はこんな感じに、グラボ CPU 両方とも70度以下の安全温度をキープ。3時間経過した時点でも温度はほぼ変わらず、長時間のゲームでも安定して遊べそうだな。そしてここからが本番。負荷テスト OCCT を使って、CPU とグラボ、両方に最大負荷をかけるテスト。こっちも3時間やるよ。クリエイティブで参考にするならこっちだな。ということで、スタート。開始10分時点がこんな感じで、CPU 温度が83度、グラボ温度が66度。CPU 温度が上限の89度に近いが、それでも安全温度なのは変わらないな。そしてその後も回し続けても、グラボ温度はもちろん、CPU 温度もほぼ変わらずでキープして乾燥したよ。グラフにするとこんな感じで、グラボも CPU も一定の温度を保ててるね。一応変化率でのグラフも作ったが、開幕の数分で温度が安定して、最後の方はほぼ変動がないのがわかると思う。仮にここからさらに数時間回しても温度はほぼ変わらないはずだ。そして最後に静音性も。OCCT ではさすがに音はするけど、ゲームならほぼ無音で動作できる。マイクロ ATX ケースとしては十分すぎるレベルだね。やっぱりファンがたくさん搭載できる分、回転数を下げられるのは魅力だよな。ね、ハイエンド級のスペックをこの小ささ、この静音性で冷やせるの良すぎる。最後に消費電力はこんな感じね。最大でも 500W いかないくらいだから、750W の電源で十分すぎるくらいだよ。さて、ということでアンテックのフラックス M、そしてそれを使ったゲーミング PC の紹介だったよ。どうだったかな？冷却性能、コンパクトさ、価格、なかなか総合力が高いケースだったな。ハイエンドに求められる性能を満たしつつ、削るところは削って手頃な価格とファンを搭載するアンテックらしいケースだ。だね。マジで1万円以下とは思えないほどポテンシャルが高いのなんの。特にこの PC パーツ高騰もあるし、できるだけ価格は削りたい。だけど性能は削りたくない。そんな人にぴったりな A ケースだと思ったね。このマシンについて何か質問とかあれば、コメントや X の DM にしてもらえれば。質問箱もやってるからよろしく。それじゃあ今回の動画はここまで。また次回の動画もよろしくだよ。それじゃあ、バイバイ。